皆さんこんにちは、さくらんです。今回は、プレイステーションポータルリモートプレイヤーを紹介したいと思います。2023年11月15日、プレイステーション5専用のプレイステーションポータルリモートプレイヤーが発売されました。プレイステーションポータルは、プレイステーション5のゲームをリモートでプレイするためのデバイスです。早速開封して仕様や操作感を確認してみたいと思います。このチャンネルではゲームの周辺機器や設定方法などをたくさん紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。内容物は、プレイステーションポータルリモートプレイヤー、充電用 USB ケーブル、取扱説明書です。プレイステーションポータルの全体的なデザインの第一印象は、見た目も触り心地もとても良く、高級感のあるデザインだなと思いました。サイズは縦幅約11センチ、横幅約 29.5 センチ、厚さ約 4.5 センチです。重さは約 531g です。バッテリーの容量は 4379mAh です。約2時間30分でフル充電です。プレイするゲームや画面の明るさ、音量にもよりますが、約4時間から8時間ほどの連続使用が可能のようです。正面の外観はこんな感じです。左右のコントローラーはデュアルセンスと同じデザインですね。デュアルセンスの真ん中にある PS ボタンとミュートボタンが、ポータルは左右に搭載されています。丸×三角四角ボタンのサイズは約 10mm です。デュアルセンスのボタンサイズも約 10mm なので同じサイズです。クリアでツルツルしていて、平べったい形状もデュアルセンスと同じですね。押し心地やクリック音は両方とも特に違いはありません。スティックのサイズは約 15.3mm です。デュアルセンスのスティックサイズは約 17.8mm なので、プレイステーションポータルのスティックサイズは小さめです。縁にしっかり溝があり、真ん中がへこんでいる形状はデュアルセンスと同じです。スティックの押し込みボタンは両方とも同じような押し心地です。D パッドの直径は約 25.5mm です。デュアルセンスの D パッドの直径は
約 25.5mm で同じサイズです。形状や押し心地も特に違いはありません。ディスプレイのサイズは8インチです。とてもスリムな形状ですね。ディスプレイの詳細はPlayStationポータルを起動した後に確認したいと思います。上部の外観はこんな感じです。ディスプレイの上の2箇所の穴はスピーカーになっています。L1、R1 はカチカチと押しやすい押し心地。L2、R2 はトリガー式です。デュアルセンスとサイズはほとんど同じです。押し心地も特に違いはなさそうです。背面の外観はこんな感じです。シンプルなデザインでスタンドなどは搭載されていません。背面の真ん中に 3.5mm のイヤホンジャックと充電専用の USB-C ポートが搭載されています。底面の外観はこんな感じです。グリップはこんな感じです。デュアルセンスと同じ丸×三角四角のロゴの滑り止めになっています。PlayStation ポータルはモニターとつながっているので、この部分が少し太く感じます。デュアルセンスはここがシャープですよね。PlayStation ポータルを握った時に、ほんの少しだけこの部分が太く感じました。PlayStation ポータルの電源を入れると、初期設定の方法が表示されるので、画面の指示に従って PS5 と接続しましょう。初期設定の詳細は別の動画で紹介したいと思います。準備ができたら概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。プレイする準備ができましたと表示されたら×ボタンを押しましょう。PS5 と接続されホーム画面が表示されます。これで PS5 との接続は完了です。ディスプレイの詳細をチェックしてみましょう。PlayStation ポータルのディスプレイは8インチの液晶ディスプレイです。解像度 1080p、60fps に対応しています。有機 EL ディスプレイは採用されていません。有機 EL ではないですが、とっても綺麗ですよね。ベゼルが薄くて、画面がとても大きく見えます。角度によっては、部屋のライトの反射で見えにくい角度があるので、画面の綺麗さを損なわない反射防止のフィルムを購入したら貼っておこうかなと思います。実際にいろいろなゲームをプレイしてみました。PlayStation ポータルは PlayStation 5にダウンロードしているゲームはすべてプレイすることができます。デュアルセンスと同じくハプティックフィードバックやアダプティブトリガーが採用されているので、臨場感のあるゲームが変わらず楽しめます。また、ジャイロ機能も搭載されているので、デュアルセンスと同じ操作感でプレイすることができます。デュアルセンスのタッチスクリーンでの操作は、PlayStation ポータルでは画面のこの部分をタップしての操作になります。
気になる遅延についてグランツーリスモで確認してみました。PS5 は有線 LAN に接続。PlayStation ポータルは同一ネットワークの Wi-Fi に接続しています。オープニングのムービーでは画面の切り替わりに微妙なズレがあり、タイムトライアルでは大きい時には 0.1 秒ほどの遅延がありました。このように自宅の同一ネットワークでも遅延があるので、シビアな入力が必要な FPS、対戦格闘ゲーム、音ゲーなどよりはライトなゲームの方が向いているのかなと思います。私は Nintendo Switch のように PlayStation ポータルで PlayStation 5のゲームをベッドに寝っ転がりながらプレイしたいなと思い購入しました。ベッドやソファーでライトなゲームをゆっくり楽しむ PlayStation ポータルはそういう方にはおすすめだと思います。Nintendo Switch と簡単に比較してみました。サイズと重さはこんな感じです。PlayStation ポータルは普通のコントローラーのようなグリップなので、平らなジョイコンと比べると握り心地は圧倒的に PlayStation ポータルの方が握りやすいです。PlayStation ポータルの方が重いですが、握りやすいグリップのおかげで重さが軽減されています。ディスプレイの違いはこんな感じです。PlayStation ポータルは液晶、スイッチは有機 EL ですが、有機 EL に劣らず、とても鮮やかな発色です。8インチの画面が迫力がありますね。PlayStation ポータルは Nintendo Switch のように単独でゲームをダウンロードして遊ぶことはできないので残念ですが、家族がテレビを使用していてゲームが遊べないときや PS5 のゲームを別の部屋で遊びたいといったユースケースにぴったりのデバイスです。ここからは現在の PlayStation ポータル使用時の注意点をいくつか紹介したいと思います。一つ目は PlayStation ポータルでは PlayStation Plus プレミアムのクラウドストリーミングのサービスを利用することはできないということです。実際にクラウドストリーミングを PlayStation ポータルで遊ぼうとすると、このような画面が表示され、プレイすることはできません。PlayStation ポータルは PlayStation 5本体にインストールされているタイトルのみ Wi-Fi 接続を介してプレイすることができます。将来 PlayStation ポータルでもクラウドストリーミングを利用して遊ぶことができるといいですね。2つ目は PlayStation ポータルはBluetooth 接続のオーディオには対応していないということです。例えば、InZone のヘッドセットは Bluetooth 接続か USB ドングル接続対応なので、PlayStation ポータルでは使用できません。イヤホンやヘッドホンを使用したい場合は、底面のイヤホンジャックで有線接続をする必要があります。ソニー独自の低遅延のロスレスオーディオを提供する新技術、PlayStation Link に対応した機器であれば、PlayStation ポータルで使用することができます。現時点での PlayStation Link 対応機器は、12月6日に発売予定の
パルスエクスプローラワイヤレスイヤホン。2024年2月21日に発売予定のパルスエリートワイヤレスヘッドセットのみです。まだ発売前なので、現状ヘッドホンやヘッドセットを使用したい場合は、有線接続のみ対応ということになります。3つ目は、YouTube や Netflix をはじめとする映像配信サービスは利用できないということです。PlayStation リモートプレイアプリでも映像配信サービスは利用できませんが、PlayStation ポータルでも非対応となっています。4つ目は、PlayStation ポータルに周辺機器の接続ができないということです。Nintendo Switch は底面の USB-C ポートにハブを接続して有線接続をしたり、コントローラーを接続したり、モニターに接続したり、などができますが、PlayStation ポータルの背面の USB-C ポートは充電専用となっています。そのため、周辺機器を接続することはできません。また、付属の充電ケーブルには AC アダプターが搭載されていません。PlayStation 5本体に接続して充電することはできますが、別の場所で充電したい場合は AC アダプターを用意する必要があります。以上が PlayStation ポータルの現時点での注意点です。PlayStation ポータルリモートプレイヤーのレビューをしてみて、私の率直な感想は、ライトなゲームを自宅で楽しみたい方にはおすすめだと思います。PlayStation 5のゲームを寝っ転がりながら遊びたいという思いで購入したので満足しています。PlayStation ポータルにはいくつか注意点があるので、この動画が購入を検討している方の参考になればと思います。今回紹介した商品のリンクは概要欄に貼っていますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。